この家には白石さんの祖父である清さんと祖母である陽子さんが住んでいた。清さんは漁業を営んでいて、船で沖に出るのが日課であった。もともと清さんの母親も同居していたが、この家で母親は自殺している。清さんの母親の死後も二人はこの家に住み続けていた。そんな事実もあり、白石さんは子供の頃、この家に来るのがあまり好きではなかった。ある日突然、陽子さんが行方不明となった。清さんは捜索願を警察に提出し、陽子さんの捜索が行われたが、その時点で陽子さんが見つかることはなかった。それからしばらくした頃であった。白石さんは清さんから電話を受けた。この家で変な出来事が毎晩のように起こるようになったという内容だった。清さんは母さんがまだこの家にいる、怖いと何度も言っていたという。それを聞いた白石さんは状況を理解できなかったが、週末には一度清さんの家を訪ねると約束した。その翌日、清さんはこの家で実家した。白石さんが一報を聞きつけ、この家に入った際、家の異変に気づいた。散らかっていた部屋は片付けられ、お札のようなものが壁や神棚に並べられていた。後日、近くの海辺にて、陽子さんが水死体として発見された。目黒と申します。白石さんがおっしゃっていたことを説明します。今、こちらの扉が開けっぱなしになっているのですが、これを閉めた場合、中から音が聞こえたり、扉が勝手に開くという現象が起こるそうです。白石さんの祖父の話では、だいたい夜中の2時から3時にそれが起こっていたそうです。それは押し入れだった。怖がりの白石さんは、この扉には長年触れられずにいたが、数年前一度だけ開いている扉を閉めたことがあるという。後日、この家に訪れた際には、扉は開いていた。これにより怪奇現象は現在でも起こっていると思われる。
白石さんに確認したところ、この人形に見覚えがあるとのことだった。それは清さん、陽子さんにとってかなり重要なものであった。この人形は陽子さんが子供の頃から持っていた人形である。人形は顔が取れている。清さんのせいで大切にしていた人形が壊れたと、陽子さんが長い間清さんを責めていたのを白石さんは何度も目撃しているという。人形が姿を変えてしまっても、
陽子さんはその人形を大切にしていたという。今回は人形を外に出して検証してみようと思います。今日は初日と同じような状況で検証しようと思います。